トイボールファクトリーです。今回はリボン 100GP04 ガーベラをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。ちょっと前のマスターグレードと同じぐらいの箱のサイズですね。マスターグレード並みに作るのが大変なんじゃないの？ GP04 ガーベラはアナハイムが開発した機体で、見た目は完全にガンダムなんですが、00-183スターダストメモリーでは外装を変更し、ガーベラテトラとしてデラーズフリートに所属するシーマ・ガラハウへと引き渡された機体です。ガーベラテトラの中の人ということになるかと思います。ガーベラ自体は劇中には登場していませんが、その割には有名な機体ですね。それでは作っていきましょう。ということで、当工房の動画では初のリボン100の作成となります。 HG やマスターグレードの中間に位置するグレードになるんでしょうか。 RG よりは簡単なはずと聞いているんですが、実際どうなんでしょうか。パーツは一つ一つが大きくフレームレスなので、作るのが非常に簡単でした。予想通りフィギュアライズスタンダードアンプリファイドと似た組み味です。それに思っていたよりもパーツの色分けがしっかりしていて、ディティールの彫刻も多く密度感が高いですね。また対象年齢15歳以上ということで、パーツもシャープで手間がかからなさそうです。また大部分のパーツがアンダーゲートになっていて、ゲート跡が表面に出なくなっているので、表面処理が少なくて済むという作り手に非常に優しいキットです。さらに合わせ目も武器や出ルムブースターにあるだけで、本体の合わせ目はディティールとして表現されていて、処理が必要な部分はなく、後はめ加工など手間のかかる改造も必要ない作りになっていて、塗装に集中できるキットですね。HG をただ大きくしただけのような、もうちょっと甘い作りなのかと思っていたんですが、そんなことは全然なく、マスターグレードの密度感やディティールは落とさずに、フレームなど見えないところだけを省略して組みやすくしたグレードなんですね。そういえばこの間出たカラミティガンダムはフルメカニクスというグレードですが、以前のフルメカニクスはシンプルに HG のでっかい版という感じだったと思いますが、カラミティガンダムで仕切り直しがなされてクオリティアップしたということでしたが、そうなるとリボン100との差別化はどうなるんでしょうかね。組みやすい100分の1のグレードが2つあるという状態になったんでしょうか。まあ今は手に入らないキットよりも目の前のガーベラをちゃんと作らないといけないですね。ということで足を組み立てています。フレームレスでこのディティール量必要十分。 HG と同じような組み方なんですが、大きいのにディティールがシャープでかっちょいいですね。腰もかなりパーツが細かく分割されていて、色分けがしっかりなされていて、塗装するときに助かりますね。しかしディティールがかなり細かい。素組みでも墨入れをするだけですごく見栄えがするんではないでしょうか。続いてバックパックを組み立て。デザインがガンダムマーク2のバックパックと似ていますね。ビームサーベルのラックやシルエットがそっくりです。初代のガンダムとゼータガンダムの歴史をつなぐデザインになっているんですかね。出ルムブースターでかいな。ロングレンジビームライフルとビームライフルはモナカ構造で合わせ目が出ますが、ロングレンジビームライフルの方の合わせ目はディティールかなっていう感じがするので、そんなに気にならないです。しかしグリップがたくさんついてるな。どれを持つんだ。通常のビームライフルの方は合わせ目を消した方が良さそうですね。縦がでかい。エネルギーパックがマーク2と同じですね。ビームサーベルを取り付けて終了。各部位ができたので全体を組み上げていきます。手に持った時にがっしりした感じがあります。何なんでしょうね。フレームレス構造のおかげなのか、単純に大きくて重いからなのか、久しぶりの100分の1サイズのせいもあるかな。その安定感のおかげか満足度が高くていいですね。
頭も取り付けてこれで完成です。思っていたより太ましいプロポーションですね。ガーベラテトラの中の人というイメージのせいか、もっと細身なのかなと思っていました。 GP01 よりもがっしりしている感じがします。スツルムブースターでかいな。ふくらはぎや肩などにガーベラテトラのデザインと共通する部分がありますね。つながりのあるデザイン好みです。首の可動はかなり自由度が高いですね。腕はデザインのせいか水平までは上がらないですが、結構可動範囲はあります。肘は二重関節、肩も引き出し機構がついていてバッチリ可動、銃も狙いやすい。腰は左右に大きく動きます。前後はちょっとだけ、回転は360度いけそう。足は開脚もバッチリ。膝は肘と同様に二重関節で正座とまではいきませんがいい感じ。足首は二重関節かと思っていたんですが、足首の関節のみだけですね。しかし可動に問題はなし。ブースターは稼働せず。それではバラして下処理を行っていきましょう。久しぶりの100分の1はやっぱでかいな。塗装前の下処理を行っていきます。アポジモーターのモールドが結構多いです。とにかくピンバイスで穴を開けまくります。ここもここもここも散々パラ穴を開けましたよ。筋彫り調光ブレードを装着。マスクの筋彫りを彫り直しておきます。顔ですからね、しっかりメリハリをつけておきます。バリをヤスリで取ってテッカテカ。こちらはシュトゥルムブースター。アンダーゲートがあだになって合わせ目にゲート跡が出て隙間ができてますね。ここはアンダーゲートじゃない方が良かったかな。合わせ目結晶を行っていきましょう。瞬間接着剤、効果促進剤を塗布。それから反対側のパーツに瞬間接着剤イージーサンディングを塗布してパーツをはめ合わせ、こういう時手やパーツに瞬間接着剤がついちゃうんですよね。隙間が残ってしまったところに追加で瞬間接着剤を流し込んで、少し時間を空けてから効果促進剤を塗布して効果。スプレータイプの効果促進剤より便利ですね。筋彫りを彫り直してヤスリ掛けをして、これで合わせ目が消えてるかな。なんだか黒い筋が見えますが、これは瞬間接着剤が固まったもので隙間をちゃんと埋めているはず。合わせ目は消えているようです。それでは楽しい塗装の時間です。今回も EX ブラックでサフレス塗装。塗料と溶剤の比率は1対2ですね。まだシール貼り直してないのかよ。プラも作るのに忙しいんですよ。今回気温が高いせいか乾燥が早いようで梨地になりやすい感じがちょっとありました。エアブラシ塗装は気象条件に左右されやすいですね。時々塗料の希釈が1対2や1対3では薄すぎるんじゃないのというコメントをいただきます。確かに普通は1対1とかなのでかなり薄いですね。でも僕が塗装するときはこれくらい薄くても問題ないというか、ちゃんと光沢出てるでしょ。何度も重ね塗りしてもあまり塗膜が厚くならないので、パーツのクリアランス調整もほとんどやらずに済んでます。いろいろ実験してたどり着いた希釈率なので、皆さんも自分に合った希釈率を探してみるのはいかがでしょうか。続いてはスターブライトゴールドコックピットハッチを塗装します。シーマ様が金色のコックピットハッチから出てきたらかっこいいかなと思ってこの配色にしたんですが、コックピットハッチを金色で塗ったら目立ちすぎて狙われちゃいそうですね。まあそれを言い出したら光沢塗装なんて目立って仕方がないですけどね。そういえば言い忘れていたんですが、今回の塗料は GP04 を受領したシーマ様が偽装を変更する時間がなく、色だけをシーマ専用機として赤く塗り替えたというつもりで塗装しています。今塗装しているのは GX メタルブラッディレッドでキャンディー塗装の下地を作っています。少量キャンディー塗装ですね。
下地を色付きのメタリック塗料で塗装することでクリアカラーを塗装する回数を減らす塗装方法です。今回は3色の赤いキャンディー塗装にしていきます。続いては GX メタルレッド。こちらもキャンディーレッド塗装の下地です。こちらの方が明るいキャンディーレッドになりますね。メタリック塗装は可能な限り低気圧で塗装するとうまくいきます。メタリック粒子が揃うとかなんとかかんとか。以前作ったガーベラテトラを塗装した時はこういった省力キャンディー塗装はまだやっておらず、クリア塗装の色ムラ等に悩まされたりもしましたが、それに比べたら塗装がかなり楽になったと思います。まあそれでもめちゃくちゃ時間がかかることには変わりがないんですけどね。半分くらいになんないかな。それではクリアレッドを塗装していきます。クリアレッドを何回か重ねることで好みの濃さのキャンディーカラーにしていきます。こちらは型のパーツ GX メタルブラッディレッドを塗装したパーツです。濃い赤色のパーツですね。そこにクリアレッドを重ねて、なんか結構いい色が出てますね。いい感じの濃い赤が出ています。なんか1回でいい色が出てしまったような気がします。あれ？続いて GX メタルレッドの方にもクリアレッドを塗装していきます。ムラを防ぐためまずは塗装しにくい部分から塗装、それから全体をぐるっと塗装。こちらもなぜかめっちゃいい濃さの赤色が出ています。普段だと乾燥を挟んで2度3度と塗装を重ねて好みの濃さにするんですが、なぜか1回の塗装で済んでしまったようです。なんで？気温が高く塗ったそばから乾燥したことによって乾燥を挟まずとも塗り重ねられたせいかな。塗装のこと全然わからなくなっちゃいますね。とりあえず早く済んでよかったということにして EX クリアでクリアコートをしていきます。このナレーションをつけている時に気づいたんですが、クリアカラーを塗った上にクリアコートをするのはクリアカラーの上にデカールを貼ってさらにその上からクリアコートをすると、クリアコートの溶剤によってクリアカラーの染料が溶け出しデカールに色が染み出してしまうのを防ぐためなんですが、 MYK デザインの明日のデカールのようにクリアコートをしなくてもいいのであれば、この染み出し防止のクリアコートはいらないということなんですかね。クリアカラーの塗膜を直接コンパウンドで磨くとどうなっちゃうんでしょうか。一度実験してみたいですね。出力ブースターでかいですね。大きいパーツなので 0.2 メガパスカルの高圧で塗装しています。さすがパワーコンプレッサーだ。大型のパーツも一気にクリアコートできちゃうぜ。さらに追い EX クリア2回目のクリアコートです。こちらはシールドめっちゃ光沢が出てるんですが、ホコリが入っていたので3000番のスポンジヤスリでヤスリがけ、これでホコリを取り除けたかな。そして高圧のパワーコンプレッサーで一気にクリアコート、これでテッカテカ。続いてはフレームを塗装していきます。フレームですが今回は EX ブラックで塗装します。どうもサーフェイスアイボブラックで塗装するとこの後塗装するメタルカラーアイアンの輝きがちょっと弱いかなという感じがしていたので、今回は EX ブラックで塗装してみました。続いてはメタルカラーアイアン。最近入手性が戻ってきたような感じですね。よかったよかった。しかし EX ブラックは相変わらず入手困難で、実は手持ちの最後の EX ブラックを使っているので、これが尽きたら僕はもう塗装ができません。どうしよう。続いては蛍光グリーン。これはセンサー部のクリアパーツですね。ガンダム系ということでガーベラテトラに倣って緑色にしてみます。ちょっと光ってるようにできないかなと思ってやってみたんですが、ちょっとスケスケだな。これはどうしよう。後で考えよう。シールドめっちゃテッカテカ。しかしここのホコリが完全に取り切れていませんでした。もう一度3000番のスポンジヤスリでホコリを削り取ってスーパーカットコンパウンドポリッシュで磨き上げていきます。タミヤコンパウンド用クロスで磨いて綺麗になった。フィニッシュコンパウンドでさらに仕上げ。このスーパーカットコンパウンドはいいですね。こんな簡単にテッカテカの塗膜を得られるようになるとはいい時代ですね。
簡単でしょ。仕立てるカラーで部分塗装を行っていきます。おかげさまでチャンネル登録者が3万人を突破しました。ありがとうございます。デュークモンの動画を公開してから約5000人近くチャンネル登録者が増えて、ちょっとびっくりしております。野沢雅子さんが出てくれたおかげかな。違うか。これもひとえに普段から投稿本の動画を見てくださっている常連の方々、褒めて伸ばすコメントをしてくださっている方々、 SNS で共有して投稿本の魅力を伝えてくださっている方々のおかげです。ありがとうございます。セラピーボイス目当ての方々ももちろん入っていますよ。新しくチャンネル登録していただいた方々もありがとうございます。ようこそテッカテカワールドへ、これからも楽しいホビーライフの一助になれれば幸いです。デュークモンの動画へのコメントもたくさんいただきました。すべて読ませていただいております。ありがとうございます。いくつか質問いただきました。デュークモンのマントの裏表が間違っている？ついでに左右も間違ってる？このチャンネルではテカテカが外側に来るのが正しいんですよ。続いて、メタリックカラーにはクリアコートしないんですかという質問を複数いただきました。デュークモンの時はメタリックカラーにはクリアコートはしていません。クリアコートしてもいいんですが、光沢の感じが変わっちゃうんですよね。メタリックカラーには独特の光沢があるので、それを変えたくない時はクリアコートしていません。確かに塗膜は弱いままかもしれませんが、激しくこすったりしない限りは剥がれたりしないので特に気にしていません。あと、小5の娘さんが教育番組のナレーションみたいと言っていた後のご感想もいただきました。ありがとうございます。親子で見ても安心のトイボールファクトリーでございます。それでは筆塗り塗装に戻りましょう。アバッドンブラックでツインアイの熊取りを塗って、塗りすぎてしまった部分をマジックリンを含ませたフィニッシュマスターで拭き取って、さらに綿棒でも拭き取って、はい、綺麗に拭き取れた。結構いい感じですね。パーツを組み立ててみると、これは暗い。結構暗いな。それならば裏からメタリックテープを貼ってみます。これで明るくなるかな。真っ暗ですね。これだと何にも見えない。仕方がないのでメタリックテープを剥がして、これどうしようかな。ホワイトスカー、裏から白色を塗ってみましょう。ちょっと塗装して、これでどうかな。なんだかムラがあるというか、そして暗い。あんまり明るくなってないですね。仕方がないのでアイアンブレーカーで塗りつぶしてしまいます。さらにその上からウェイストングリーンで塗りつぶしてキャンディー塗装にしてしまいます。これならいい感じ。組み立ててみると、はい、これではっきりツインアイが見えるようになりましたね。クリアパーツだったのを全く活かせてないですが、これでよしとしましょう。それではデカールを貼っていきましょう。 MYK デザインの明日のデカールのラインデカールニューロンに金色が出ていたので試してみましょう。100分の1と144分の1の2種類を使っていきます。切り離したデカールを水に浸したスポンジにのせてデカールのりで貼り付けていきます。効果促進剤と瓶が一緒なので間違えそう。デカールのりを塗った上にデカールを置いて綿棒を転がしながら水分を浸して完成。どんどん貼っていきます。デカール貼るの楽しいですね。どこにデカールを貼るか悩むと時間がかかっちゃうので直感で貼っていきます。今回貼ったデカールは38枚だったかな。このキットはディティールが多かったので貼るデカールが少なくて済みました。謎の穴モールド、ここにスワロフスキーを入れてみましょう。デコプリンセス水性接着剤を爪楊枝で点付けしてスワロフスキーを押し付けて、これでキラッキラ。乙女チック。デカールを貼ってから1日待ちました。ではデカールのニス部分を剥がしていきます。ピンセットでニス部分の端を引っ掛けて引き掛けを作ってゆっくりと剥がします。気温が高かったおかげかよく乾燥できたようで一つも失敗することなく剥がすことができました。剥がすの気持ちいい。
明日のデカール以外にもニス部分が剥がせるデカールがあるようですが、店頭では見かけたことがないですね。もっと選択肢が多くなると嬉しいな。これで一通り剥がし終わり、ちょっとこすったぐらいじゃ剥がれませんよ。ということで全てのパーツが整いました。それではパーツを並べて組み立てていきます。100分の1なのでパーツがでかい。よりどり緑。今回は濃いキャンディーレッドと普通のキャンディーレッドとメタリックレッドという3色の赤に黒と金を配色してみました。ピンクっぽいところはメタリックレッドをクリアコートしたものです。随分と派手な配色になりましたが、ガーベラテトラを参考にしつつシーマ様の豪華さをより際立たせようとこういう配色になりました。組み立てている途中でアイアンマンに似てるだとかグレン・ラガンにも似てるなどと思ってしまいましたが、デカールを貼ったことによって高級感が出てくれたのではないかなと思います。縦がテッカテカ、すごい。シュツルームブースターは可動がないのですごくがっしりしてるなと思ってそのまま置いてみたら、シュツルームブースターを支えに置けちゃうんですね。今はちょっと邪魔なので取り外して武器をつけて頭もつけて、これで GP04 シーマ様専用ガーベラの完成です。かっこいい。エアブラシでの塗装を終えた時はこの配色で大丈夫かなとちょっと思ってたんですが、部分塗装とデカールを貼ったことでディティール感が増してかっこよくなってくれてよかったです。レッドウォーリアーにも似てますね。まあ赤いガンダムですからね。とても分かりやすくガンダムっぽい顔。初代とマーク2の中間という趣です。素晴らしい。テカテカ。スピーカーの上にオリジンガンダムが立っているのが見えます。クリアレッドもクリアコートもなぜかうまくいき、思いがけず手軽に満足のいく塗装になりました。ということでリボン 100GP04 ガーベラをテッカテカに塗装しました。100分の1にふさわしい高密度なディティールとフレームレス設計やアンダーゲートの対応など、作りやすさと塗装のしやすさを両立しているという夢のようなキットでした。かなり楽しい制作になったので今後もこのグレードは作っていきたいですね。これで144分の1もあったらいいな。ということでリボン 100GP04 ガーベラのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。ガーベラテトラもかわいい。